日は今の BL ホリックチャンネルを形作ってくれた9作品を紹介しよう。男としての魅力、人間の闇、揺るがない信念、そして純粋な思いの刃、この4つのカテゴリーに分けて、それぞれの作品がどんな形で BL の魅力を見せてくれたのかを語っていこう。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。まずは抗えないオスの魅力に落ちた作品から始めよう。逆愛で元恋人への復讐のためチェーンを誘惑して奪おうと近づいたウェイは完全なストレートだった。それでも不器用に距離を縮めるウェイをチェーンは初めから恋愛対象として見つめ、欲しいという気持ちを一切隠さず強引なほどまっすぐに追い続けた。けれどチェーンの魅力は単なる強さや支配欲ではない。大切な蛇よりウェイの命を選び、母を亡くした彼が泣き崩れれば黙って抱きしめ、誘拐されれば全てを投げ出して救いに向かう。自分を騙して近づいたと知った時でさえ、チェーンが尋ねたのは責める言葉ではなく、少しでも本気だったら許すという一言だった。誰よりも傲慢で欲しいものは力ずくでも手に入れる男が、ウェイのことだけは傷つけるたびに自分の方が深く苦しみ、守れなかった自分を許せずに涙を流す。逆愛が見せてくれたのは、抗えないオスの魅力とはただ強く奪うことではなく、一度愛した相手の人生ごと背負い、何があっても決して手を離さない覚悟なのだということだった。次はペイバック。J という男が相手のすべてを見透かしながら決して逃がさない危険な魅力だった。サンは弟と母を失い、元彼への復讐のために芸能界へ足を踏み入れる。そこで出会った J はサンの過去を調べ上げ、金も情報も人脈も与えながら、まるで獲物を追い詰めるように彼の人生へ入り込んでいった。口を開けば挑発し、欲しいものを餌にこびるよう迫り、拒まれても当然のように距離を詰める。彼が本当に欲しいのはサンの体だけではない。怒りも痛みも感じられず、何もかもを失ってしまったその心にもう一度生きる力を取り戻させることだった。J の魅力は圧倒的な力で相手を奪うだけではなく、その人が自分でも気づいていない痛みまで見抜き、どれほど拒まれても手を伸ばし続け、最後には自ら求めずにはいられない場所へと導いてしまう絶対的な余裕と執着だった。次の The Sun from Another Star は間違いなく2人が結ばれる瞬間を一番待ち望んだ作品だった。母を亡くして以来誰も失いたくないという恐怖を抱え続けてきたアティは、偶然隣に引っ越してきた幽霊が見える静かなダオと出会う。最初は亡き母を探すためだけの関係だったはずだが、感情をほとんど表に出さないダオが誰よりも深く他人の痛みに寄り添う姿にアティは心を動かされた。そして恋など一生しないと思っていたアティはいつの間にかダオの隣にいたいと願っている自分に気づく。誰にも飼いならせない野生の獣のような男がたった一人にだけ心を許し、少しずつその手に落ちていくその過程を見届けるたび、私の胸の中では津波にも似た感情が荒れ狂っていた。さらにアティの男らしさはどこまでも野生的で、抑えきれない欲望に飲み込まれたのは私だけかしら。次に人間の闇を映し出す作品 4 Minutes。愛とは何かを一番残酷な形で突きつけられた。父に認められるため、愛されるため、コンは望まぬ裏社会を引き継ぎ、誰よりも自分を犠牲にして生きてきた。そんな彼にとって大学時代から恋人だったトンクラだけが唯一心を預けられる場所だった。しかしトンクラの弟が殺され、最もコーンの助けを必要としていたその時、コンは彼の声に応えることができなかった。その瞬間からトンクラの世界は静かに壊れ始め、絶望の中で麻薬に溺れ、復讐だけを支えに生きるようになった彼の心はもう二度と元には戻らなかった。この BL が徹底して描いたのは社会の理不尽さと、その中で何も変えられない人間の無力さ、
そして選択肢すら与えられない残酷さだった。不完全な愛だからこそ一生消えることなく私の脳裏に焼き付いた。次の五感は間違いなく私にとって最高級のご褒美だった。徹底的に性格のねじ曲がったファン・シャオは優しいシュランと出会った瞬間、その善意の裏に偽善が隠れていないか確かめずにはいられなかった。あらゆる策略を巡らせて恋人との仲を引き裂き、少しずつシュランの世界へ入り込んでいく。しかし最大の誤算は悪魔のような自分がまさか本気でシュランに落ちてしまったことだった。しかしシュランはサタンの生まれ変わりと言っても過言ではないほど強靭な心を持つ男だった。2人はこの世の理不尽を味わい尽くし、地獄を生き延びてきた者同士だったからこそ通じ合える領域にいた。力関係もほぼ互角の2人が最後にたどり着くのは、共に舞い上がる天国か二度と輪廻できない地獄か、それとも鎧を脱ぎ捨てた人間なのか。その結末はぜひ本編で見届けてほしい。そして次に揺るがない信念に感動した作品。まず ABO デザイアは愛が人をどこまで狂わせるのかを描いた物語だった。ファヨンは幼い頃にたった一度自分を救ってくれたミスターシエンを15年間思い続け、その愛を手に入れるためだけに人生のすべてを費やしてきた。ミスターシエンの歴代の恋人を調べ上げ、彼の好みを完璧に再現し、偶然を装って出会いさえ計算し尽くす。冷静で完璧な策略家に見えるファヨンだが、その全てを突き動かしているのはただ愛されたいというたった一つの願いだった。この世の頂点に立つほどの力を持つエニグマでありながら、ミスターシエンに受け入れてもらうためなら嘘に嘘を重ね、自分自身の人格さえねじ曲げてしまう。15年かけて育てた狂気にも似たファイオンの愛は果たしてミスターシエンの心に届くのだろうか。そしてサブカップルのガオトゥは自分がオメガであることを10年以上隠し続け、ベータだと偽ってまでウェンランの隣に立ち続けた。体を壊してもなお離れようとしないその愛は、相手のそばにいられるなら自分が壊れても構わないという徹底した献身だった。愛されるために自分を作り変えたファイオンと、愛する人のそばにいるために自分を隠し続けたガオトゥ。オメガバースという特殊な世界観の中で ABO デザイアはそんな愛の危うさと美しさを最後まで書き切った作品だった。次の36は下町の優等生とヤクザの恋を書きながら、その奥にあるのは救いと鎮魂の物語だった。チュウさんはこの町から抜け出すために勉強だけを武器に生きてきた。そんな彼の前に現れたのが血と暴力の中で生きてきたヒットマンロイエだった。最初は脅かされ、ただ巻き込まれたくないだけの関係だったが、チュウさんは暴力に染まることも恐怖に飲み込まれることもなく、誰より冷静に状況を見抜きながら傷だらけのロイエを静かに受け止めていく。危険だと分かっていても傷を手当てし、そばで眠り帰りを待ち続け、一方のロイエは最愛の姉と兄貴を失い、自分に向けられていた愛の形さえ知らないまま血にまみれた道を歩き続けてきた。そんな地獄から這い上がろうとするロイエと、その地獄に自ら足を踏み入れてでも彼を連れ戻そうとするチュウさん。最後まで互いを諦めなかった2人の信念に心底救われたのはこの私だった。最後に純粋な気持ちが刃と化する作品「Kill to Love」では魂をえぐられるほどの悲しみを味わわされた。デュアンは家族を殺した南国への復讐を果たすため六王子シュウハンに近づく。しかしシュウハンは権力にも行為にも執着しない優しさを持ちながら決して弱くはない男だった。復讐のために始まったはずなのに、デュアンはいつしか自分の命よりもシュウハンを選びたいと思うほど彼を愛してしまう。だがデュアンが敵国の王子だと知ったシュウハンは刃を突き立て、迷いなく彼を追い返し、望んでもいなかった王位を継承する。
そして同じく王位を継いだデュアンはやがて宗派の国を滅ぼし、彼を自分のそばに置く。しかし宗派には父と先祖が築き上げた国を滅ぼした男の隣で生きることなどできなかった。何より彼を苦しめたのは、そこまでされてもなおデュアンを愛している自分自身を許せなかったことだった。この物語はあまりにも美しく、そしてあまりにも残酷で、2人は私の中で2025年最も悲しいカップルとして忘れられない存在になった。最後に僕の指先に君の温度が触れた時のドンヒは、ゲイであることを理由に何度も父の暴力を受けてきた。そんな傷だらけの彼を息子のように家へ迎え入れ、男を好きでも女を好きでも変わらず尊重すると言ってくれたのが、同じ町に住むホテの母だった。だからこそドンヒは彼女の息子の愛だけは受け入れることができない。一方のホテにとっては、ドンヒほど自分の心をかき乱す存在はこの世に存在しない。女に告白されれば深く考えもせずに付き合い、喧嘩をしては別れることを繰り返していた。互いに気持ちを押し殺しているはずなのに、何気ない視線や仕草、指先が触れそうなわずかな距離から隠しきれない感情がにじみ出てしまう。やがてそれは2人自身にも抑制できないほどの欲望と恐れへと変わっていく。触れたいのに触れられない、好きなのに好きだと言えない、その張り詰めた感情だけで見ている私をここまで悶絶させる作品は BL 史上これ1本しかない。本日は1万人フォロワーを記念して、私が BL に何を求めているのかを教えてくれた9作品を赤裸々に語ってきた。そして何よりここまでついてきてくれた皆さんには感謝の気持ちでいっぱいだ。これからも狂気や執着、愛の代償、そしてその中でむき出しになる人間性を追いかけながら BL ホリックらしくマイペースに更新していくので、これからもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ではでは。